て。シングルだとどうです？やばくね？ウケる。はいどうも始まりました。本日なんとスペシャルゲストシンガーソングライター柳芋さんです。柳芋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ見てるんですよ。嬉しい。まさかこうやってゲストに来ていただけるなんて。いやいやもう本当に嬉しかったです。本当ですか。今日ねヤナさんと一緒にやっていくのがマルチエフェクター。結構お声いただくのが結局何ができるのか、どういう音が入ってるのかがよくわからない。確かにちょっと謎ですよね。っていうお声をいただくことが多くて、ヤナさんとこれを紐解いていこうかなと思います。やった。ちなみにヤナさん、普段どんなエフェクター使ってるんですか？自分はボスの GT100 ってやつ使ってます。結構大きめのやつで。結構これぐらいあります。結構大きいですよね。それなんでそれにしようと思ったんですか？自分の曲作ってる時は基本プラグインでやってるので、ソフトウェアのね、だからあんまりこういう本物のエフェクターっていうもの楽器歴長いのに全然触れてこなかった感じなので、何から始めたらいいか分かんなくて、とりあえずマルチでいろいろ、これあればライブもできるって聞いたし、何でも入ってるしコスパもいいみたいだから、じゃあもうまさにマルチ。今日やっていくのはボスの GX1 っていう一番最新のものかつ値段も一番お手頃なやつになってまして、はい、つながりました。そしてヤナさんもギターお持ちいただきました。メテオロラ。この子です。うわすごい。なんでメテオロラにしたんですか？フェンダーのフラッグシップストアでお目にかかりましてかっけえなと思って。まずね見た目がすごい素晴らしい。いやめっちゃ嬉しい感じで、一回弾いてみたらすごい弾きやすくて、いろんな音出るし、確かにね。それで欲しいなって思いました。すごいなんかメテオラ僕も好きで、あんまりメテオラ好きな人いないですよね。そうなの。いやめっちゃ嬉しい。今ね何のエフェクターもほとんどかかってない状態で、一つだけアンプシミュレーターをあえてかけていてナチュラルな音に設定していて、僕的にはこれが基準の音かなっていう音にまずしてあります。的なこれね、一個ポイントとして皆さんに覚えてもらったらいいかなって思うのが、軽く歪んでるんですよ。軽く。これがいい音を作るコツで、本当にこれオフにしたドクリーンにしちゃうとなんかねペラペラするんですよ。これもありなんですけれども、少しだけ歪ませてる。全然違うっていう感じの状態からスタートしてまいります。マルチエフェクターってめっちゃ入ってるじゃないですか。めっちゃ入ってる。音困りませんでした？めっちゃ困る。ありすぎて一生するにも多分もう何時間もかかる気がしてて。そうなんですよ。なのでポイントを押さえていけば割と早く答えにたどり着けることがあるので説明していきたいなと思います。やった。まずね覚えてほしいのはエフェクト3つ。歪みと空間系のディレイ、リバーブ。ここからスタートするのが僕的にはいいかなと思っていて、1個目の歪みやってみたいと思います。こっちこれ押すとオンになるんですけれども、今ねナチュラルに歪むウォームオーバードライブっていうのがかかってるんですけど、ロッキーにしたくなりますね。そうこれってこういう音なんだってまず決めつけちゃうっていうかそう理解しちゃうことが多いと思うんですけども、柳井さんこれでねピックアップちょっと変えてみてもらえません？同じ音なんだけどもどう変わってくるのかっていうのをいろいろ探っていくとよりね分かりやすい。確かに柳井さんのこのギターシングルコイルにできるじゃないですか。コイルタップできます。シングルだとどうです？こんな感じ。めっちゃメテオラいいですよね。こんな感じで手元でねいろいろ変えながらチェックしていくっていうのがすごくおすすめです。この GX1 だといろんなタイプが入ってまして、例えばブルース OD、 これブルースドライバーっていうジャキッとした歪みなんですよ。これだとどうですか？そうで今日僕もですねギターをこちらにありまして、ブルース OD って結構ジャキジャキしたのがこういうのがすごく合うんですよね。めっちゃ J ロック。そう
好きでしょ。好きでしょ、あやねさん。この辺がね、なんか歪みの面白いところっていうか。で、このボスの GX1 だとギアスイートっていう機能、これはこの GX シリーズだけの機能なんですけども、おすすめの歪みっていうのがここでいろいろこう出てくるんですよ。だからブルース OD、こういうのもあれば、もっと歪む XOD みたいなのもあるし、こういうラットっていうエフェクター、ラットって知ってます？椎名林檎さんの曲にも出てくるやつですね。初めての時ってラットって言われてもピンとこないし、なんだかよくわからないんだけども、やっぱ弾いてみて、自分が好きって思うかどうかって、なんか自分のセンサーってあるじゃないですか。あるある。それを頼りにするでも OK。やっぱり好きな音でテンション上がるじゃないですか。そう。リバーブとディレイ、2つ目と3つ目も同時に言っちゃおう。リバーブとディレイというのがありまして、これ空間系と言われてるエフェクターで、雰囲気出したい、そう、雰囲気出したい。もうこの雰囲気出してなんぼじゃないですか。そうギターってこの2つがとっても大事でして、一回リバーブなしもう一回聞くと、こういう感じですよね。リバーブかけたいなと思います。オン。この広がり、空間を一緒に鳴らしてる感じ。今はあえてアンビエンスっていうすごい大きい広がりのものをレベル80っていう多めに分かりやすくかけたんですけれども、こうやってガッてかけることももちろんありますけれども、少しだけね隠し味にかけておくっていうのがおすすめで、例えばタイプをホールの M でレベルもちょっと下げて50ぐらい。自然。これギタリストじゃない人とかお客さんだったらリバーブかかってるって気づかない。確かにそんなめっちゃ分かりやすく響いてんなみたいなのはないけど、なんだけれどもこれがあるのとないのとでは全然違うくて、この最後のふわってなってくれるのがこれないと、すぐ終わっちゃうみたいな。なんか現実に戻されちゃう。もうカラオケでエコーなしで歌えっつったらひどい、いじめだよ。そういうことになっちゃうんで、リバーブを少しねかけておくっていうのがとってもおすすめです。そしてもう一つのディレイですけれども、こちらはチャッて弾くと音を繰り返すんですけど、一回弾いてもらうと。これをギターソロとか、単音弾きしてる時にかけるとすごくよくて、めっちゃもう楽しくない？楽しい。リバーブとディレイと歪み、この3つを使いこなすだけでもうすっごくね、もうマルチエフェクターが楽しくなるし、音作りの幅も広がりますね。じゃあやねさん、マルチエフェクターせっかくいっぱい入ってるので、他にもこれ結構使えるっていうか使うことが多いっていうやつをいくつか紹介していきたいなと思います。ちなみに何が出てくると思います？この後。なんかエフェクトっつったらほらあれじゃんみたいな、なんか他あります？コーラス。おお、正解。やった正解。はい、こちらにコーラスっていうのが入ってまして、これはねめっちゃ出てくる。音がうねうねってしてるんですよね。よく聞くとコーラスってこういう音を揺らすエフェクト、このうねうねの速さとかを変えれるんですけれども、これもね他の動画で説明はしてるんですけども、レートっていうのがこのうねうねの速さ、そう速くなったり、デプスはうねうねの深さ。本当だ。昔ガールズバンドやった時に1曲丸々全部フェーザーで弾いてたんですよ。そういう曲だったんですか？その時エフェクターとかなくって、そのアンプに入ってたやつ、アンプにフェーザー入ってんだ。入ってるやつがあって、途中で変えられないじゃないですか。だから全部それで1曲丸々フェーザー。丸々フェーザーで。かっこいい。実はそのフェーザー行ってみましょう。懐かしい。このちょっとモコモコ言いながら言うのがフェーザーで、これもね歪ませてみてもいいですよ。かっけ
けかっけーでこういうフェーザーとねこう組み合わせてみておーいいぞいいぞってなってきて、よくあるあるなのが歪み量が多すぎるゆえにちょっと何弾いてるか分かんないになっちゃうことがあるんですよ。これは原因を減らしてもいいし、あとは楽器本体のボリュームを例えば半分ぐらいにしちゃって、いいフェイザーと似たのでフランジャーっていうのがありまして、おこれもね、じゃあ歪ませたままいってみます。似た兄弟、似た兄弟、まあ今レートがね少なめで遅めの周期だったんですけれども、これもまあ好みで、こういうのも意外といいよっていうのをもう少しだけピックアップして、特に一番最後に紹介するやつがめちゃめちゃ使えるんで、ちょっと楽しみにしといてください。楽しみです。オクターブってやつなんですけど、はい、普段使います？オクターブって使ったことなくて。おそれめっちゃいい。それにさ、ちょっと僕かっこいい空間につけていい？うわーいいじゃん。続いてはですね、ワウ使います？あんまり使ったことなくて。でもかっこいいですよね。かっこいい。ここにねペダル FX っていうのが右にあるんですけれども、こうポチッとオンにするとワウっていうのが初めタイプに選ばれてるんですけども、これね、これを足でやるわけなんですよ。いや、いいよね。憧れある。どうしようかな、今机の上に置いてるんで足で踏めないので、ヤナさん、はい、手でやってもらっていいですね。はい。おー、チームワーク。まあこれを足でやるとギター弾いてるわーっていう感じがするのでおすすめです。次に紹介するのがアコースティックシミュレーター。使ったことある？あります。あるんだ。うちのボスにも入ってます。おお、ライブで？ライブで、やっぱ大荷物になるじゃないですか。ギター2本は辛い。そう、セットリーの2曲しかアコギ使わないっていうだったらもう入っちゃってんじゃんって思って、それで使ったことあります。おー、完璧やん。完璧。これね、アコギ本体の音が鳴るっていうよりかは、アコギってこうライブでやるときにこうピックアップをつけたり、マイクで拾うこともありますけれども、ライブハウスでアコギの音をこう PA から出した時の音にもうほとんど一緒なんです。じゃあ最後、さっきめっちゃいいって言ったやつなんですけど、ヤナさん、ライブやるときとか練習やるときに、こうスコアとか見て半音下げって書いてあったらめっちゃめんどくさくないですか？あ、確かに。半音下げます？やりますよね。それが自動で下がったらめっちゃ嬉しくないですか？できるの？できるんですよ。めっちゃいいじゃん。今そう C のコードジャーンって弾いてもらっていいですね。もう一回 C のコードいきますよ。やばくね？ウケる。何なんですかそれ？やばいでしょ。面白い。 GX1 にはチューンダウンっていうエフェクトがあって、これでチューニングをピッチを下げれるんですよ。これどこまでも下げ、どこまでもっていうかかなり下げれて、もう一回 C ジャーンって弾いてもらっていいです？おもろ。だからマイナス5とかにして6弦のギターでこんな音普通は出ないんですけども、出せちゃう。 GX1 だとこのチューンダウンっていうエフェクトになってるんですけども、他のエフェクターだとピッチシフトっていう名前で入ってることがあって、これのピッチシフトのピッチを今マイナス5とかなってるのをマイナス1にして弦音をカットできるのが大体どのエフェクターにもついてるので、ダイレクト弦音を0にすると面白いっていう風に下がるので、他のエフェクターだとこのピッチシフトっていうエフェクターを使ってもらうと半音下げができます。素晴らしい。やったー。
はい、というわけで全部やりました。ありがとうございました。楽しかったですね。このチャンネルこんな感じでいろんな動画で使い方説明しているので、ぜひ見ていただければと思います。そしてヤナさん、音楽の方は柳井もっていう方でやってまして、自分で作詞作曲した曲のミュージックビデオが載ってたりとか、カバー曲も出てたりとか、あとはヤナチチャンネルっていうトークチャンネルもありますので、ぜひ皆さんチェックしていただければと思います。お願いします。今回の動画良かったっていう方は高評価、そしてコメント、チャンネル登録もお待ちしてますのでよろしくお願いします。本日スペシャルゲスト柳井もさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまたの動画です。